不動産屋さんの怪談です。このお話は霊感のある仮名ですが、平田さんからいただいた彼の親友の寮のアパートで起きた出来事です。さて、その前にこの事件を覚えている方はどれくらいいるでしょうか。1982年6月に新宿歌舞伎町のディスコで女子中学生2人が男性にナンパされ、1人は殺害、もう1人はかろうじて助かった事件がありました。その事件の被害者の2人の女の子は実は平田さんの中学の先輩で遊び仲間だったそうです。これから話すことはこの忌まわしい事件から5、6年くらい後の出来事です。それは今から数十年前にあたりますが、平田さんの親友のカズさんは中学を卒業後、東京蒲田の町工場で働いていました。小さな5人ぐらいしかいない町工場で、カズさんの住む寮も古い4畳半のアパートでした。カズさんは毎日ろくなものも食べず、彼女もいない上、古いアパートでしたから事故物件だったのかもしれませんが、もともとカズさんは霊感が強いので、しょっちゅう金縛りにあって苦しんでいました。最初は金縛りだけでしたが、当時この蒲田の界隈では、夜になるとピンクのドレスを着た女の幽霊が出るというもっぱらの噂がありました。噂を聞くや否や、早速カズさんの部屋にも深夜金縛りとともにそのピンクのドレスの霊は現れたそうです。カズさんはすぐに公衆電話から平田さんに電話をして、今部屋にピンクのドレスの幽霊が出た、頼む、今日蒲田に来てくれと大騒ぎでした。引っ越せばよいのではと思いますが、その部屋は工場の寮ですから、別の場所に移って家賃を払っていくにはお給料ではギリギリで、カズさんは我慢するしかありませんでした。ところが後にカズさんにも我慢できないことが起き、アパートを引き払うことになります。さて、平田さんは怪奇現象に苦しんでいるそんな彼の様子を見てかわいそうに思い、地元茨城の学生時代の先輩にあたる女性2人を誘ってカズさんを励ましに行くことにしたそうです。その2人の女性を仮にゆかさんと M さんとしておきます。2人ともそこそこ可愛い女性でしたので、カズさんも喜ぶに違いないと思ったそうです。ところでその女性2人のうちの1人のゆかさんが先ほど説明した新宿歌舞伎町ディスコナンパ殺傷事件の被害者で、生き残った方の女の子でした。その事件当時はまだ14歳で、仮名ですが殺害されたのりこさんと2人ディスコで見知らぬ男性にナンパされ、車で千葉県某所に連れて行かれたそうです。そしてゆかさんが車の中で寝ている最中にのりこさんは殺害され、ゆかさん本人も首を絞められ失神し、気がついたら男性はいなくなっていたそうで、のりこさんの遺体がすぐそばにありました。のりこさんは首を切られた後に両足のアキレス腱も切断されていたそうです。なおこの事件の犯人は未だに捕まっておらず、時効となっています。当時テレビのワイドショーでも大きく取り上げられていましたので、詳細を知りたい方はネットで調べてみてください。その亡くなったのりこさんは平田さんのお兄さんのことが好きだったそうで、弟の平田さんのこともよく可愛がってくれました。ですからこの事件は中学生だった平田さんもかなりショックでした。さて話を戻しますが、ゆかさんと M さんを連れて平田さんは東京蒲田駅でカズさんと合流し、いつもの行きつけの居酒屋に飲みに行きました。ゆかさんはあんな事件に巻き込まれ、トラウマ級の怖い思いをしたにもかかわらず、明るく楽しい女性に成長していました。居酒屋ではカズさんがアパートで金縛りにあったり、ピンクのドレスの幽霊を目撃した話などをして盛り上がりました。するとゆかさんは、私霊が見えるのよというのでした。
ああ、そうなんだ。それじゃあということで、カズさんのアパートに行く途中にある、その幽霊が出るかもしれないお寺に、後でみんなで立ち寄ろうということになり、さらに盛り上がっていきました。そういうわけで、そこからゆかさんの心霊体験談の独壇場になっていったそうです。みんな時間も忘れて、いろんな怖い体験を聞いていたそうで、気がつくとお店は閉店時間でした。そこで4人はお店を出てお寺の前を通っていくと、幽霊と遭遇することもなく、カズさんのアパートにたどり着いてしまいました。多少物足りなかったので、じゃあまた部屋で飲み直そうということになりました。アパートに到着すると、早速4人はテレビの深夜番組を見ながら飲み始め、時間はすでに深夜3時を回っていたそうです。でもその時刻には深夜番組もなくなり、そうなるとまたゆかさんが怪談を話し始めました。そこで誰ともなく部屋を暗くしてテレビの音量を切り、砂嵐の画面をつけたままにしてムードを演出したそうです。するとみんなどんどん怖い話に集中していきました。しばらく経ってからです。酔いと睡魔で眠くなってきたのか、みんな話を上の空で聞いているようでした。そこで平田さんは「さあ寝るか」と言いました。実はその時平田さんは早く寝てしまいたかったそうです。なぜなら勘の鋭い平田さんはさっきから部屋の空気に違和感を感じていたからです。いつものカズさんの部屋とは何かが違う。別の空間にいるように感じていました。平田さんは知っていたんですね。この時間が止まったような空気感がずっと続くと怪奇現象が起きるので、恐ろしいことが起きるより先に寝てしまいたかったのです。でも時すでに遅かったかもしれません。ふと視線を正面のゆかさんに向けた瞬間、平田さんは凍りついたそうです。怖い話を長々としているゆかさんの真後ろに誰かがいるのです。自分たち4人以外にもう一人この部屋にいたのです。それは微動だもしない黒い影で、ゆかさんの背後にピタッと寄り添っています。するとどこかから何かの金属を叩くようなキンキンキンという音がしてきました。それはこんな狭い部屋なのにトンネルの中のようにずっと反響して聞こえました。そしてその音とともにゆかさんの後ろの影は少しずつ姿を現してきたそうです。そして平田さんはあっと思いました。そのゆかさんの後ろの人物は女性で、見覚えのある人だったからでした。それは殺害されたのりこさんのように見えました。のりこさんは殺害された時に犯人にアキレス腱を切断されたと聞いていたので、のりこさんなのか確認するため足元を見たのですが、下半身はなかったのか透けていたのか平田さんには見えませんでした。でものりこさんに間違いないと確信がありました。青白い顔で怒っているでもなく喜んでいるでもない無表情でその場にいました。そしてゆかさんの肩越しからじっと平田さんと M さんを見ていたそうです。平田さんは気がつかないふりをしてこのまま寝てしまいたいと思いました。すると突然ゆかさんが「ごめんね、ごめんね」と言って崩れるように泣き出したのです。そして M さんまでも泣き出しました。平田さんだけでなく彼らも、そして実はカズさんものりこさんが現れていることに気がついていたのです。ゆかさんは後悔の念からか M さんは恐怖から泣いていたのだと思います。すると気がつくと音を消してつけていたテレビが朝の放送を始め、辺りは明るくなっていました。
そしてのりこさんはいつの間にか消えていたそうです。のりこさんは平田さんのお兄さんが好きだったので、その好きだった人の弟の平田さんと事件に一緒に巻き込まれた親友のゆかさんが一緒にいたので、きっと現れたのだと平田さんは思うそうです。さて、カズさんにとってこの夜のことが決定打になりました。ついにこの怪奇現象多発のアパートには耐えられず、カズさんは仕事を辞めてアパートの寮を引き払い、地元の茨城に戻ったそうです。この新宿歌舞伎町ディスコナンパ殺傷事件の千葉県の現場の近くにある弁天橋には、亡くなったのりこさんの霊が出るという噂があり、今でも心霊スポットとなっています。ご視聴ありがとうございました。よろしければチャンネル登録といいねボタンをお願いします。